はい、お羊座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。前回この夏3ヶ月分の解説という動画を出させていただきまして、全体の流れご理解いただけたと思うので、今回は少し期間を狭めて7月23日までの数週間で、この星の流れとタロットを見て今のエネルギー解説をさせていただきます。よろしくお願いします。それから私毎月月末に星からのメッセージや私の活動をお知らせを公式 LINE でしていますので、ご興味ある方はぜひ概要欄からお友達登録もお待ちしております。では行きましょう。7月23日までです。はい、じゃあ見てみますね。まず全体運です。ソードのナイト、ペンタクルスの4の逆、女帝、そしてソードクイーン逆、ペンタクルスのナイト、節制逆、ソードの6逆ですね。気をつけることは大切がカップのエースとソード9とオラクルはペンタクルスの3です。なるほど、そうですか。4度の奇跡という12星座共通のねところでもお話ししたんですけど、7月って本当に見えにくいんだけどものすごく大きなエネルギーで守られている時です。包まれている時って言ってもいいかもしれませんね。もちろん水星の逆行っていうのも6月30日から7月24日まであるんですけれども、それって別に悪いことでもないというか、いろいろ振り返ってみたり思い返してみたり復習してみたりっていう部分においては前に進むことだけじゃなくてですね、後ろも振り返ってみることによって統合されるというか、これまでの知識が全部完結するみたいなこともあるかもしれないので、あんまりネガティブな方にはいかないでほしいんですけれども、前に進むことだけじゃなく振り返ったり止まったりちょっと修正したりとかすることもとてもいいことだよっていうふうに覚えておいてください。スケジュールとか交通機関とかそういう交通手段とかですね、そういったものに関しては少し調整が入りやすくなるので、調整できるようなスケジュールにしておくとか、ちょっと余裕を持たせておくっていうのがいいんじゃないかなと思います。そしてやはりこの期間7月の23日までっていうのは太陽は蟹座に入っていて、お羊座さんにとってはとっても家の中のことや内側が照らされている時なんですね。だから前回の時もそうでしたけど、何かこれまで自分が信じていたものとか自分の中で当たり前だったものがもしかしたら変わるかもしれないっていうことがあるので、まだ7月の前半というか23日ぐらいまでもとても自分がどうあるべきかとか、どのように気持ちを持っていけばいいのかもそうだし、どういう立ち位置で自分が過ごしていけばいいのかとか、どこで落ち着けるんだろうみたいなことが非常に強調されていると思っておいてください。でそれがもう見つかったよという方はものすごく安定した安心感の中でゆっくりと物事を整えていけるんだなという感じです。でまだ迷ってらっしゃる方っていうのはおそらく7月の特に4日とか3、4、5日あたりとかっていうのはもうすごい情報がいっぱい回ってきて、人とのコミュニケーションも豊かでヒントもたくさんもらえると思うので、自分の中でもいろんな考えも出てきたりとかしてですね、でそこでやっぱりそうなんだやっぱりそうなんだっていうことで落ち着いていくんじゃないかなと思います。で7月10日からですね、金星も金星という豊かさとか喜びとか価値っていうものも乙女座に入ってくるので、お羊座さんはとにかく生活が整ってくる、自分が落ち着いてくるみたいなそういう風に出る方も多いかなと思います。そしてカードで見た時にやはり何かここから自分が学んでいきたいことや誰と関わっていくかっていうことが示されるよという風に出てるんですね。おそらくこれは自分がどこに落ち着くのかとかどうあるべきなのかっていうのが分かった上で、喜びとともに作っていく未来がある。でその喜びとともに作っていく時に自分一人じゃなくて専門家だったりとか、それに詳しい人だったりとか仲間だったりとか、そういう人たちと関わっていくのかなっていうのが出てます。でちょっと入り口がやっぱりソードのナイトなので、まだお気持ち的には早く行かないととか、もっと早く進みたいとか頑張りたいとか、そういうスピード感がご自身の中ではあるのかなと思いますが、でもゆっくりでいいですよって感じがしています。っていうのが
なんか思うんですけど、やっぱりここに至るまでがとっても大きかったっていう感じがするんですよね。もしかしたらその去年からちらちらと出ていたことかもしれないし、今年の春ぐらいからもなんとなくこう自分の中でこう感じていたこととか疑問に思っていたことっていうのがようやく着地するっていうか、そういうのがあって、もう着地されてるかもしれないし7月かもしれないんですけど、やっとなんか自分がこれは絶対になくしたくないと思っていたものを手放せるんだよっていう風感じで出てるんですね。でこれは手放すっていうのはなくすっていう意味ではなく、もうすでに自分の中にある、もう血肉になっているからこそ、自分がそれをギュッと手に持っていなくても大丈夫だよみたいな、手放しても消えないよみたいな、そういう思いだったりとか、その何か自分安心材料として掴んでおきたいものっていうものがなくても大丈夫な自分になっているっていうところで、なんかようやく手放すんだなっていうような感じがあり、でその手放すことによってのなんかちょっと清々しさだったりとか喜びっていうのもおそらく感じてらっしゃるんじゃないでしょうか。十分にこう受け入れられているというか、認められているというか、エネルギー的にですね、こう応援があったように思います。そしてただ今ここからじゃあ7月どうなのって言った時に、そのご自身の中では要するに何をもって安心だと思うのかっていうのって人それぞれ違うと思うんですよね。例えば経済的にこれだけあれば絶対安心って思うのか、例えば大好きな人にすごく愛されているということを感じることで安心と思うのか、なんか自分がどの進路がどうなるのかがはっきりすれば安心と思うのか、例えば転職考えている人とかでしたらとにかく就職先が決まったら安心と思うのかとか、何が自分にとっての安心材料か人それぞれなんですけど、なんかそれって今ご自身はそれが決まれば安心だって思ってるかもしれないんですけど、不安材料なんていくらでも生み出せてしまうんですね。今はこれが不安材料だから、これがうまくなんとかなれば大丈夫って思うかもしれないけど、うまくいったらうまくいったって別のことでまたこれがみたいな思ってしまうので、その言われているのが、自分がいわゆる外側の世界に求めるものだったりとか、自分を安心させてくれる材料を探し続ける、これが正解かな、これが正解かな、これ間違いかなみたいな感じで探してると、どうしても不安になってしまったりとか、正解が見えないという形になってしまいそうなんですけど、さっき言ったみたいにもうすでに自分の中にあるんじゃないっていうところを思い出していただくと、そうだったそうだったって、何をそんなに心配してたんだろうって、この道は自分にとって今進んでる道が違うからこっちだって決めたはずなのに、どうしてこっちに行くことに対してそんなに不安に思ってたんだろうみたいな。だって正しい道の上にいるはずなのに条件が揃わないというだけでなんか違う何かを欲しがっていたみたいな、そこになんか本当ふっと気がつく感じがします。ここでペンタクスのナイトっていうのが出ていて、これはやはりゆっくりとでもしっかりと着実に自分で確認しながら進んでいけるよっていう、とても希少な馬に乗って歩いていくよって感じがあるので、ご自身の中ではようやくそれが分かっているんだけど、たまに不安になるみたいな感じなんだと思うんですね。やっぱカードでもここで節制というカードが出たり、ソードの6っていうカードが出たりとかして、節制っていうのはもうすごくこう自分の天職みたいな、これが私だみたいな感じなのに、それを自分で疑いたくなったりとか、なんかこうスーッと進んでいったらそれが正解で、なんか障害があったら間違ってるのみたいな感じで思いがちなんですけど、いやいや普通に時間かけようっていうだけなんですよみたいな感じがあって、でましてや今7月24日までっていうのは水星も逆行してますし、その進むことだけじゃなくて振り返ったり、なんか忘れ物を取りに行ったりとか、そういうのもとてもいい時なのでね、そう行ったり来たりしながら整えてるんだよっていう感じなんです。だからすごく言われてる分かりやすいメッセージとして気をつけることや対策として出てるのがこのカードで、たまに悩み事とか不安なことっていうのは自分で作り上げてしまうんだって感じなんです。単に体がしんどい時ってどうしてもネガティブな気持ちになったり、落ち込みたいから落ち込んでる、塞ぎ込みたいから塞ぎ込んでるだけなんですけど、まるで何かがダメだからそうなってるみたいに自分で思い込んじゃったりしやすいと。これ誰でもそうです。誰でもそうなりやすい。だけど忘れないでねって、カップのエースっていうのは自分から湧いてくる喜び、自分から湧いてくる愛があるよっていうことなので、どっちも自分から作り出しているんですけど、それによってすごく見え方が変わるよっていうふうに言われてるなと思ったんです。
だからこそたまにちょっと揺れたりとか振り返ってみたりとかあるけど、それが普通だよってことなんですね。でその中でやっぱり言われているのが、何か自分にとって神聖な道を作っていってるんじゃないですかみたいなメッセージです。これはただそれってそんなすぐにインスタントに入ってできないですよね。本当に真実の自分にとっての道っていうのはであればじっくり味わいながらそれをいけばいいじゃないですかって感じがしました。助けてくれる人もいると思いますよ。ちょっと仕事のこと見てみましょうか。仕事こっちにしようかな。お仕事ね。はい、女教皇ですね。カップの2、そしてスターですね。とてもいいです。いろんな意味でリスクも分かっている、何をどうすればどうなるかも分かるっていう、その自分にとっての本当に先見の明みたいなものがすごく開けていて、お仕事としてこれから関わっていきたい人と関わるんだろうなって感じがします。なので交渉しているとか、交渉事だったりとか人と接するお仕事とかそういうものに関してはとても重要な関わりがありそうな気がしますね。特に今7月っていうのは7月の、本当に4、5あたりってとにかく人とのコミュニケーションが活性しているので、お羊座さんにとってはとてもいいつながりがあると思いますよ。人との単にそれって契約を取れたからいいとかそういうことではなくて、その仕事を通して関わる人たちとのその時その時のあり方っていうか、情報のやり取りもそうだし、相手を見て感じることもそうだし、感化されることも、それらが全てすごく仕事にも生かされるし、仕事にも生かされてるし、仕事に生かされていく感じもします。だから自分の理想を思い描いてていいんですよって感じがしました。はい、ちょっと人間関係見てみましょうか。人間関係、忍者、そしてワンドの6、ワンドのページですね。人間関係って例えばさっきのお仕事に関してもすごくいいし、なんなら自分がこれから進んでいく道に必要な人と出会っていくのかなって思うぐらいいろんな人と合いそうな空気感があるんですけれども、お羊座さんの今自分が見てる自分像だったりとか、自分が見てる人間関係っていうのは、いや自分は一人なんだみたいなそんな感じがして、で一人でいたかったら全然一人でいたらいいんですけど、こんなにサポートがあるにもかかわらず、いや自分はもういいんです、家でゆっくりしてますみたいな一人でやりますみたいな言ってるような感じですね。でも本当にちょっと扉を開ければいくらでもその隙間から入ってくるっていうか、すごくいいお知らせもあったりとか、仲間もできたりとか、あとバンドのページっていうことでやっぱり自分がやりたいと思ってることに関して関係する人たち、ヒントをくれる人たちとの関係っていうのが生まれそうだなって感じがしました。でもいきなりガーッと結びついて仲良くしてとかじゃなくって、ちょっと一歩ずつ無理なく一歩ずつ関わっていくんだなって感じもしましたね。そんな感じかな。いかがでしょうか。何かヒントになりましたでしょうか。また次はね、7月23日ぐらいに次の動画またアップしたいなと思ってるんですけども、ちょっと今回の24日までの流れで最後にオラクルカードを引いてみますね。羊座さん、はい、これはどうですか。皆さんもこのカードを見てご自身で直感でメッセージ受け取ってくださいね。いいですねサレンダーということで、もう本当にこれまでの重要なタスクとかやらなくちゃいけないって思ってたことを置いて、本当に自分が
やりたいことの方に行ってくださいねっていう感じがしましたね、私は。はい、ということで今回はここまでにしておきます。今回もご視聴ありがとうございました。いい気づきが生まれる時間になりますように。失礼します。